さあこれから北進に向かいます。はい、もう北進だよ。もう北進か、そうか、今小布施なんで、ちょっと天気が悪いでしょ今日、天気が悪い時はもう野沢温泉でのんびりっていうね、そういうのが一番いいと思って。昼間はもう暑いから、そうそうそう、涼しい時にいいよね。帰るのが気持ちいいと思います。なんで今日はちょっともう夕方なんで夜ご飯をいい山で食べて、でその後野沢温泉で温泉のんびり入って、なんだあの雲すごいね。ねえ、雪山みたいじゃん、のっぺり。ちょっと低い雲がいるね。あそこちょっと上から見たらすごい雲海が広がってるんじゃないね。で上の方は晴れてきてるね。青空見えてきてる。そうだね、すげえ。おー、いい山まで来たけど結構どんよりだね。ねえ、なんだこれは風が強いね。ねえ、なんか嵐が来そうな風じゃん。そして暑かったのに一気に寒くなったね。そう、20度30度ぐらいあったのに14度だって。熊出没注意だって。雲出たからね。さあ今日はね、これもまた飯山駅のもう目の前だ。この前行ったカフェのすぐ近くにね、キッチン藤井ね、藤井ねさん、ここで夕飯です。洋食かな、自家製ハンバーグドリアとかいいんじゃない？あ、いいね。ねえ、そういう系です、行ってみましょう。あれでしょう。違う？多分おしゃれ。ここじゃん。この前行ったカフェのもうほんとすぐ近くだったね。空き地挟んですぐ駅から2分だね。近いな。ここです。うわー、鶴屋も目の前じゃん。ちょっと後で買い出ししといてもいいね。いいじゃんいいじゃん。オープンになってます。今日のメニューはこんな感じで、私はねアクアパッツァ風1500円と、あとシーフードドリア1450円です。このランチメニューもあってこんな感じ。ランチにはミニデザートとドリンクバーがつきます。ドリンクバーこちらにあります。すごいランチタイムのなんかこんな期間限定メニューもある。アラカルト、なんかねテイクアウトのメニューもあって、結構種類もいっぱいあるね。こんな感じでパスタもテイクアウトできるみたい。デザートのテイクアウトをお尋ねくださいませって書いてあるから、デザートもお願いしたらできるかもしれない。ランチは外の良さそう。これからの季節ね。サラダ来ました。全部にサラダついてるね。美味しそうなサラダがついてます。美味しそう。いただきます。すごいいっぱい種類入ってるね。紫キャベツとかレタス、うまいぞ。ドレッシング超美味しい。かいわれ大根とかラディッシュ、いろいろ。鮮度が高そうな超美味しい。
大盛り美味しそう。こっちもやばいね。そうこれアクアパッツァリゾット添え。わあ美味しそう。アクアパッツァにリゾット添えって言うけど初めてだな、こういうスタイルで食べるのは、アクアパッツァはアクアパッツァだけとか。一つからもらっていい？うん、いただきます。美味しいと思うよ多分。やばいでしょ。すごいぞこれ。なんだこちらもすごいね、グツグツしてて美味しそうね。これすごいぞ。こっちの味が濃そうだからさ、うん。ちょっとこっちを先に。わいただきまあ、す。チーズも入って。いただきます。わあ美味しそう。すごいチーズ。めちゃくちゃチーズの香りと味がして。このねソースがね、ニンニクかなと思ったら違うんだよ。スープ。あー、魚介の味がすっごい出てる。ね、めちゃくちゃ美味しい。やばいね。うん。絶対うまい。うわ。いただきます。すっごいよ。こんな魚介の味出るっていうくらい出てる。ちょっと食べてみて。魚介の出汁が勝ってるの。やばい。あ、美味しそうだな。あ、やばいいたなこれだきま。す超うまいこのドリア。うん。めちゃくちゃ美味しいでしょこのドリア。魚介の香りがすごいよね。だってさ、わあ、後からすごいすごいでしょ。ムーロ貝の風味もした。こんな何？お魚入ってんだよね。これあ、すごいね。すごくない？美味しそう。あ、うまい。身もしっかりしてて、めっちゃくちゃうまい。うわ、うまっ。いやー、美味しそう。美味しそうだね。いただきます。結構身がしっかりしてない？ドリアの方ね、身がすごいしっかりしてるの。やばいこれ。美味しい？ちょっとちょうだい。美味しい。思ってる以上に身がしっかりしてる。そうでしょ？そうでしょ？で、皮がね、もうパリパリ具合がすごい。めちゃくちゃ美味しい。うまい。うまいね。すごいね。感じ。これなんか思ってる以上身がしっかりしてる。そう。ふわふわの白身とかなねじゃないの。めちゃくちゃ美味しいね。美味しい。味もしっかりしてて。すげえな。やばいね。これランチだとさ、前菜とかがつくらしいの。でランチの方がね値段が高いんだよね。だからランチはちょっとコースっぽくなってるっぽいんだけど、いやランチ来てみたいね。野菜もまた綺麗。ね、カそう。ブ。この時期だもんね、カブ。美味しそうですね。うまそう。ちょっとちょっと。美味しかった。ああ、美味しかった。あとね。めちゃくちゃ美味しかった。すごいね。うんこんな本格的と思わなかったね。ねキッチンっていうからなんか町の洋食屋さんかと思ったら、いや全然超本格的。しかもさ、あれを一瞬で作れんのね。なんかジュー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 すごいやってたからさ、その場で作ってくれてんだけど、すごいね。あ、美味しかったね。ちょっとびっくりした。びっくりだったね。やっぱいい山はちょっとすごいです。レベルが高いね。高い。このいい山のさ、何がすごいって全部駅から徒歩圏内なのね。この藤井根さんもそうだし、割れ木工さんもそうだし、あとちょっと前に行ったカリースパイス山地さんもそうだし、全部、あとそれこそ稲荷食堂だって歩けるし、すごいよ。全部この駅徒歩圏内で、
この美味しいレストラン密集度で言ったら長野一かもしれない。美味しいレストランはいっぱいあるじゃん。だけど車でこう走り回るじゃん、大体。そうだね。ねえ。全部美味しい。まだまだあるよ、行きたいところ。この周辺にお蕎麦屋さんとか。まだまだ行かないと。いやリゾット美味しかったな。美味しかったね。アクアパッツァ風、アクアパッツァは食べたことあるんだけどさ、あるね、もちろんリゾットも、でもあれが一緒になって出てくるってそうだね、結構斬新な感じで、なんとかっていうイタリア語でそういう言い方するっていうの書いてあったね。忘れちゃったけど、リゾットのそのアルデンテ感もいいね、ちょっと芯が残ってる感じでね。よし、じゃあお腹いっぱいになったんで野沢温泉に行って汗を流します最高だな。野沢で温泉入ってちょっと街ふらふら歩いて、なんか食べちゃうかもな。どうだろう。なんかあるんじゃない？あ、でももう開いてないかな、温泉まんじゅう屋さんとか夜バナナサンドとか、ね、冬はね結構開いてるけど、言ってももう結構時間遅いんだよね。日が長いから明るいけど、ちょっとわかんない。20分ぐらいかな。そうだね。おー、着いた。久しぶりに来たね。もう上まで上がれんのかな、野沢の。まだかな、あっちの滋賀に抜ける道。まだかもね、意外と。あそこはもう無料かな、冬が終わったら。ね。今の時期は無料じゃないかな。車中泊はダメだからね。温泉行く分には大丈夫。いいよね、あそこ近いから。そうそう、近くてね、歩いて行けるからいいよね。そうそう、あと屋根がないから高い車でも大丈夫だから。してみますか。行ってみますか。ちょっと歩いてからにする？そうしようか。結構寒いね、夜は。急にね。ね。昼はあんなに暑かったな。ほんと。いいの。まあね、ほんと。変な感じ。なんかあるかな、お店。どうだろうね。ちょっと見ていこうか。これだけ涼しかったらお風呂が気持ちいいね。そう思うでしょ。暑いよ。暑いけど外に出た時涼しくていいじゃん。まあね。どの温泉入るかが大事だね。そうだね。ああ、雪解けか。水の音が。そうなのかな。多分ね。流れてるんじゃないの？ああ、お店はやってないな。残念。ハンバーガー屋さんも閉まってるかな。ね、多分ね。ハウスサンアントンももう終わってる。7時過ぎてるからな、もう。あそこはバーだよね。バーは行けるらしい。開いてるじゃん。オープン。混んでる。たくさんいるね。結構いるじゃん。すごいじゃん。こんななんだ。すごいね。すごいね。結構異様だね。
どこ入ろうね。どこ入ろう。ねちょっと下の方行ってみよう。やっぱあっちの熊の手洗い場だっけ、あっちの方だよね多分。この方がいいかな。の方がぬるいんじゃない？どうだろう。どっかがね最初から源泉に水が混ざってるところがあるんだよね。あ、そうなんだ。水道水がちょっと入ってるの。他自分で入れるじゃん。であんま薄めすぎるとダメでしょ。どっちだ？あれこれ左かな？ここもあるじゃん。小川でなんかさ、読み方、ここは小川じゃなくて朝釜で教えてもらったじゃん。確か。あ、それだ多分。暗くて分かんなかった。前すごかったよね、そういえばここ雪が。吹雪で。そうだそうだ。ここ最高でした。最高だったね。ここねやっぱね男湯の方はね、源泉のところから常に水が出てて、適度に調整されてる。女の人はないんだ。ないない。へえ。一緒に出てる自動的に出てるやつじゃなくて、その横に蛇口があるでしょ。それは男湯もあるんだけどね。いやーけど気持ちよかった。最高です。これでどっかでさカフェでも入れたら言うことないんだけどね。ちょっともう遅いからね。ねえ。あの前の明かりは何だろうね。よくわかんないな。違うよね。なんだろう。はい、気持ちよかったね。やっぱいいね。ただ野沢はいいんだけどさ、このドライヤーがないんだよね。そうなの。ドライヤーがないの。それが困るよね。で、そういう場合は、野沢にもふるさとの湯っていうさ、いくらかお金はかかるんだけど、そこだったら、洗い場もちゃんとあるし、ドライヤーもあるんだよね。俺ら入ったことないからちょっとわかんないんだけど、だから、こういう旅行とかで来てて、ドライヤーないと困る方は、それもいいかもしれないです。でもうちは大丈夫。そうそう。ポータブルバッテリーがあるから。そう。助かるよね。助かるね。1200ワットまで出せるんで。1100ワット。すごい。1100ワット出てるよ。さあ、ドライヤーでどんくらい ?7% ぐらい減ったかな。結構やったもんね、今。そうだね。1100ワット出てたしね。本当に言うことないですね。言うことありません、本当に。さあ、15分ぐらい移動してきたかな。野沢でもうカフェが全部閉まってたんで、ここでコーヒー入れましょう。はい。ちょっと溜まってるね。お湯を沸かして、ちょっとコーヒー飲みます。よいしょ。やっぱさ、野沢温泉に準備をして肉ってなったらさ、必要なものが何個かあって、まずポータブル電源ね。で、出力が1000ワット以上のもの。で、そうなると、ドライヤーが使えるから、女の人が一緒の場合は絶対いるかなと思うね。これからの時期はまだいいけどさ、特に冬とか秋とか冬は寒いから、
そう乾かさないわけいかないからね。そうそう。で今日もね意外と寒いの。外も12度ぐらいだから、うん、結構寒かったから、うん、やっぱないとなっていう感じがするよね。うんうん、それからあとは卵を茹でるネット、うん、これも絶対必要です、でそれがあると楽しめるねやっぱり。そうだね。このポータブル電源が1個あるとこうやってコーヒー飲んだり車でも楽しめてやっぱいいでしょ。でこれぐらいの大きさだとねめちゃくちゃ軽いのこれ。だからこう持ち運びも苦じゃないし、すごい便利。でこれこんな小さいのに 1200W まで出力できるから、このバルミューダのさケトル結構力が強いからね、電気よく食うんだけど出力が大きいんだよね、だけどそれも動かせます。もう沸いてきた。ちょっと入れすぎたかも水。で今日は買っといたケーキ明日食べようと思ってたんだけどね、でも今日食べちゃいます。まあどっちにしても今日までだったから、明日の朝ごはんかなと思ってたんだけど、もう今食べちゃいます。いやけどやっぱ野沢はいいね。いいね、で特にこういう梅雨時期って結構さやることないじゃん、観光もできないし、そうなるともう温泉巡りがいいかなと思うんだけど。そうだね、意外と寒いしね。そうそう、特に長野だと結構梅雨時期標高高いとことかだとさ、まだ暖房ついてたりするじゃん、ストーブね。そうそう、だから結構いいよね、だからもうのんびり温泉入って、のんびりして、車で休んで、また入ってみたいな。お、沸いた。1個でいいコーヒー。1個でいいよ。あ、やべやべ、最初に入れすぎた。蒸らし忘れた。今回ちょっとエスプレッソマシンを持ってき忘れたから。せっかくだから牛乳もちょっと温める。そうだね。ここに電磁調理器あるね。これでいけるでしょ。これでお湯もやればよかったね。ね。まあいいか。こんなもん電磁調理器800一番出力大きいので、まあ800ワットぐらいだよね、電の。そうだよね。余裕です。結構さ、草津とか他の温泉地はもう組合員しか入れませんとかそういうとこが増えてきてるじゃん。そうだね、昔湯田中なんかも入れたし、ね、結構入れたんだけど今宿泊客しかダメとか、そんな中野沢は今でも全部入れるからね。入れないとこないもんね。そうそう、地元の人だけっていうのがないからさ、すごいよね。なんかすごいよね、優しい。お、うまそう。そう、ちょっと薄いか。まあいいよね。いいよ。はい、オッケー。はい、完成です。でこれ USB-C が2つあるんで便利です。いいね。いいよね、絶対2つあってほしいもんね。もうで片方は PD100W100W 出せる。こっち側は 20W。いいでしょう。で電源を入れないといけない。これでいいのかな。こっちもしとくよ。じゃあ食べましょう。食べよう。お、すごい。USB-C で 40W も出てる。サンキュー。こっちはお皿。はい。いただきます。いただきます。コーヒーどう？うまい。美味しい。やっぱ牛乳温めるといいね。いいね。いいじゃん。なんかぬるくなってなくて。ちょうどいい。スタバの温度。本当だね。だから美味しく感じるのか。美味しいね。おはようございます。おはようございます。さあ、今は木島平だね。田んぼも始まって、もう初夏だね、温度が。まずは、いい山だね、ご飯は。いい山でお蕎麦を食べます。蕎麦どころ光林。光林さんかな。行ってみましょう。平野のところじゃん。パティスリー平野。ってことは山路の近くでもあるね。カレー屋さん。すごいよ。ここあれだ。田中屋酒造だって。水尾のところ有名じゃん。水尾ってよく野沢で売ってるじゃん。そうだったんだ。すごいね。こんな街中にあるんだね。
もうこの商店街の中にあるみたい。ここだったね。通り過ぎちゃった。あ、ここ大きいね、駐車場。駐車場も広くて上もなくてよかったね。ここでいい。梅香る桜つけそば。おお。今日はコーリンさん、そばどころコーリン。なんか10割そばで、なんかオーガニックなおそばだけを使用した、おそばみたい。いろいろね、なんかこんないろいろついてくるそば御膳とかもあったり、今日は私梅おろしそば1130円にしました。で数量限定のね、そば御膳だっけ、気まぐれセットっていうのがあって、気まぐれセットっていうのがあって、本日のおかず4種ときっとろとちょこっとご飯におそばがつくと、いいでしょう。ここのメニューにある。そうそう、1400円でね、数量限定でそういうのもあります。あ、これ自然ほのかっていうんだって。化学肥料とかそういうのを使わないで育てたオーガニックそば。10割そばなのにツルツルで長いおそばが楽しめるということらしいから楽しみです。そしてすごいよ、国丸酒造のお酒がある。北海道だよね、増毛のところ。あと水尾だ、やっぱりおそばには多いね、日本酒ね。そうだよね。おそばと日本酒っていうのが合うのかよくわかんないけど。そしてさ、嬉しいのがそば茶が冷たいのね。めちゃくちゃ美味しい。すげえ。焼きとろろとおか昆布、キャラ吹き、あと何だったか忘れちゃった。あ、セリか、これがキャラ吹き。あとこれが雪下人参の、あ、そう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 。すげえ。焼きとろろを吹き味噌だって。で、ご飯も。いやー、そうそう、お塩でどうぞって。いただきます。キャラ吹き。うまっ。すっごい歯ごたえ。セリとはなくて。うまいな。ちょっとぬるっとする。香りがでもいい。それなんだ。おか昆布なんだ。おかわかめ。あ、うまい。おかうなわかめかなんかナムル。この辺は雪下人参多いね。多いね。雪が多いからね。あ、美味しいな。これが気になる。美味しそう、それ。わあ、いいね。おお、うまい。すごいうまい。ご飯と一緒に食べるんじゃない？美味しそう。冷やし梅そば。ここにもついてる。本当だ。おお、よかったね。これの方はおそば来ました。いただきます。すごいさっぱり。このさ、しそがまたいい。ああ、梅じそね。これはちょっとこれお塩で食べてみよう。いただきます。本当だ、これ香りがすごいね。おそば美味しいね。美味しいね。
する。うん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 。美味しいね。すごい喉越しだね。つるつるほんと。美味しい。10割そばだもんね。すごいよ。うまい。いやー、美味しかったね。美味しかったね。すごいな、ヘルシーでよかった。俺の定食もこのセットもめちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね。お蕎麦もさ、コシというよりツルツルなのね。けけどちょっとへぎそばともまた違うんだけど、いやすごい喉越しが良くて香りも良かった。10割そばなのになんか長くてツルツルで。ああ、確かにね。私の混ぜそば、混ぜそばぶっかけみたいなやつも美味しかったね。夏に抜群のね感じで超美味しかった。よかったね。さあ、今日はホシボットの F1200 っていうポータブル電源の紹介をしたいと思います。はい。このホシボットの F1200 っていうポータブル電源なんだけど、かなりコンパクトでしょ。そうだよね。大きさ。ね。で、重さもね、11.5 キロしかないから、片手で余裕で持てて、両手ではもう余裕で持てるんだけど、男の人なら片手でも持てる重さ。で、サイズもなんかね、すごいコンパクト。キュッとちいちゃい感じで、324ミリの幅が205ミリ、高さが264ミリと。で、操作パネルがこの狭い面についてるから、なんか結構使い勝手がいい場合もありそう。で、まあ、ただ排気がね、横にあるんで、この排気口を30センチぐらい開けてあげないと、バッテリーに良くないんだけど、まあ、そこはちょっと工夫してね、とにかく小さいよね。小さいね。バッテリー容量が 1024Wh です。はい。で、まあだからめちゃくちゃ大きいわけでもないけど、小さくもないね。まあ 1000Wh 以上あれば、いろんなことに使えるかなという感じがします。はい。AC の定格出力が 1200W です。周波数は 50Hz と 60Hz の切り替えが可能で、もちろん純正弦波と。で、定格出力が 1200W なんで、まあギリギリいろんな家電が使えるかなっていうところだね。この出力に関しては。で、電子レンジとかだと 600W とかの出力でやろうとしたらちょっときついかもしれない。1300、400W になるから。だけど弱モードとか解凍モードとかだったら動かせるかなと。はい。ケトルもバルミューダ使ってやってみたけど使えたし、あとティファールとかでちょっと出力が大きいのとかだときつくなる可能性はあるけど、大体のケトルも使えると思います。はい。で、あと電磁調理器だね。電磁調理器も今ここにね、ちょうどちょっと見えてると思うんだけど、これに関しては 800W までの出力なんで問題なく使えます。はい。で、大きなさ、ちょっと大きいのあるじゃん。ああいうのだとマックス 1500W とか出るから、それだときついけど、まあ電磁調理器はね、自分で調整できるじゃん。段階を6とか7とか、そういう風にしてあげれば使えます。はい。で、ドライヤーはどう？ドライヤーはね、今日使ったのが 1200W のドライヤーなんだけど、使えた。その 1200W って言ったらまあそんなもんか。1200W は標準のサイズだと思うんだけど、最近の大きいよね。そうそう、大きいのだと 1200W 以上になるからちょっと厳しいかなと思う。だったらあれか、ハイモードじゃなくて、ブローモードみたいなのにしたらいいんだね。そうそう、ブローモードみたいなちょっと弱い風力で使うしかないかなっていう感じ。なんかそういう工夫はちょっとしてあげないとダメになる可能性のある出力だけど、まあ、このコンパクトさとかね、あと値段もだいぶ安いんで、そこら辺考えれば十分いろんなことに使えるバッテリーになってるかなというふうに感じますね。はい。ちょっと全体見てみる？これが前面でしょ？で横がこんな感じ。ホシボットって入ってて、ここが冷却ファンかな。で、後ろ側。後ろにこういう AC 電源があるの。それから充電ポートが全部ここ。充電のポートだね。それぞれ。で、これちょっと後で説明します。はい。で、トリップした時のリセットがここですね。ライトもなんでか後ろについてる。ね。まあ何かあった時には1個ついてるとやっぱ便利だね。
で、こっちも反対側と一緒で、こんな感じです。はい。で、バッテリーの仕様だね。うんで、。このバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンを使ってます。はい。で、容量が先ほど言った通り 1024Wh と。うん。で、まあ、リン酸鉄リチウムイオン使ってるから、安全性はすごい高いと。うん。重放電のサイクル回数も3500回以上。まあ、10年以上は余裕で使えますよと。はい。そういうようなバッテリーになってます。このパッケージ内容が、まあ、ポータブル電源と、それから説明書ね。こういう説明書。うん。それからこれすごいなと思ったのが、こういうケースがついてきます。おー。よくないこれ。いいね。ね、いいよね。まとめられて。そうそうそう。で、この中に充電の線なんかが入ってるんだけど、うん。結構充実してるの。おー。ちょっと出してみるね。うん。で、まず、これが、このバッテリーを家庭用のコンセントから充電するための線です。うん。それから、これが車のシガーソケットから充電するための線。はい。これも最初から付属してます。おー。結構ね、オプションだったりすることが多いんで、うんうん、これもすごい親切です。で、それから、これがソーラーパネルの線。うん。ソーラーパネルとつなぐ時の線になります。はい。で、今回ね、ソーラーパネルもご提供いただいてて、うん。で、ソーラーパネルで充電してるところもね、ちょっと動画撮ってるんで、また後で紹介します。はい。じゃあちょっとね、電源入れてみます。ここ長押しで。3秒長押しで電源が入ります。まずここね、USB を使うときはこのボタンを押します。ここに青いマークがついたでしょ？うん。これで USB のポートが使えると。で、USB はね、USB-C がまず2つついてて、100W の出力ができるポートが1つと、20W が1つ。まあ、100W あるんでね、だいぶ助かるかなと。うんうん。で、まあ2つある時点でもうすごい助かるんだけど、うん。これはいいね。で、こっちが QC3.0 かな。で、これが 18W max のものが2口と。次、ここだね。これが、シガーだね。12V のシガーソケットのポートになります。で、これがね、12V のマックス 10A かな。なんで 120W の出力ができます。のポートも前についてると。で、裏側だね。裏側に、ここに AC 用のボタンがあります。こんな感じ。オンオフここでします。で、さっきね、ここ後で説明しますって言ったところが充電のポートで、で、一番ここね、家庭用コンセントから充電するときの差し込み口でこんな感じです。はい。コンセントからの充電がこれすごい面白くて、ここにこういう、なんかこんなんがついてるの。ダイヤルみたいな、ね。ダイヤルみたいなの。うんこれが何かっていうと、200、400、600、800、1000って書いてあって、要はこれの充電速度をここで変えれるの。これはすごい、めちゃくちゃ便利です。で、マックスは 1000W で充電できるのね。で、1000W で充電したら、わずか 1.2 時間でフル充電できます。で、ちょっとね、実際にやってみようと思うんで、充電をね、ちょっとやってみますね。じゃあちょっとやっていくね。今 200W で充電なんで 203W。次400。400W にしました。ここに出るからね。400。マックスでね。こんなもの。すごいでしょ、これ。で、もしかしたらね、今バッテリーがもう 80% 以上あるから、1000W にしても 1000W では充電しないかもしれない。まあそこら辺はこの中のね、BMS が考えて適切な充電のスピードを考えてくれるんで。で、次 800W。あ、でも出るね。800W までは出るね。すごいね。正確だね。はい、1000W。どうだ？出るかな？あ、でね、今ね、多分ちょっとここが 86% とかなったんで、インプット抑えてるね。まあ全部そうじゃん。ああいう電気自動車とかもさ、80% までは一気に貯めれるけど、最後はゆっくりしないとバッテリーに良くないんで、バッテリーに負荷がかかりすぎちゃうんで、そこら辺はコントロールしてくれるんで、今ちょっと落としてみた。83% まで落としました。充電してみます。
やっぱそんな感じだね。うん。85% ぐらいからちょっとこう出力落とすような感じだったね。うんうん。すごいね。今84%で1003ワット。けど1000ワットで充電しててあと15分だって。うん。おお。あ、下がってきた。ほら。ね。うん。うんうん。で、ここがね、XT60 がついてるんだけど、ここが何かっていうと、このシガーソケットを使って充電するときね。こんな感じでやってあげて、これを車のシガーソケットに挿すと。うんうん。で、実際ね、これ、野沢温泉からちょっと移動したんだけど、その時充電してみたの。車のシガーソケットで。で、15分ぐらい走ったんだけど、5% ぐらい溜まったかな。で、その映像ちょっとね、あるんで、こんな感じで使ってます。入った。75ワットぐらい充電してます。で、ここは他にもソーラーパネルの入力もここでやります。こんな感じで XT60 で挿して、で、だいたいさ、ソーラーパネルの配線って MC4 になってるでしょ。なんでこれをパチッと挿してあげたら OK と。ソーラーパネルの入力なんだけど、11.5V から 50V までのパネルが使えて 8A 以下。で、マックスが 200W だね。だから 200W のパネルまで使えます。で、今回ね、このポータブル電源と一緒に、このフォシボットのソーラーパネルね、200W のソーラーパネルも一緒にご提供いただいたんだけど、まあ、ソーラーパネルやっぱ1個あると便利だね。で、実際晴れてる日に、この SP200 っていうソーラーパネルを使って、このポータブル電源を充電してみたんだけど、150から 160W ぐらい出てたかな。さあ今、ソーラーパネルを試してるんだけどね。今ね、156W ぐらい。6から7時間ぐらいで充電できるぐらいの出力が出てたんで、やっぱりソーラーパネル1個あるとめちゃくちゃ便利です。で、このソーラーパネルをね、ちょっと開けてみますね。こんな感じで、ここね、線出てるでしょ。で、これをこのことこう刺してあげると。でもこれプラスマイナスはもう刺さるようにしか刺さらないから、何も考えないで大丈夫です。ここにさ、ここにこういうのがついてて、ゴムが。ここペラってすると、タイプ C、QC3.0、それから DC の出力ポートがついてるの。これはすごいよ。タイプ C が 45W だって。それからここあと2つ USB-A があるんだけど QC3.0 で 18W と。で、これ何がすごいって、これがついてるから太陽さえ出てたら、ポータブル電源がなくても携帯電話とかいろんなものの充電ができちゃうと。なるほど。こんな感じのポートがついてます。やっぱこのコンパクトさで 1200W 出せて 1000Wh の容量と、初めてポータブル電源持つにもいいサイズだと思う。ね、1個あるだけでこんな便利になるんだっていうのも感じられるしさ、持ち運ぶこともそこまで苦にならないし。そうだね。女の人一人でも運べるし。そうだよね。割と車中泊で一泊とかね、2日とかするときに、必要な携帯電話の充電とか、あと髪の毛乾かしたりとか、まあそういうのにも便利かなと思うし。で、あと1個ケトル持ってっといたらさ、カップラーメン食べたりもできるし。そう。ね。で、女の人やっぱね、2000Wh とかで20キロとかなってくると運べないし、まあそもそも場所取るしね。そう。この大きさだったらね、どんな車に乗せても邪魔にならないもんね。車で車中泊を始められる方とか、あとキャンプでも便利だよね。そうだね。このサイズだったら。そういうのにもすごいいいし、まあ、あとやっぱ防災だよね。防災対策として1個持っといて、何かあった時に一緒に持ち出すと。そういう場合にもすごいいいサイズかなと思います。今日はホシボットの F1200 のご紹介でした。